皆さんこんにちは。プッティモンキレンジの時間です。今回は 3D レイヤーとカメラレイヤーについて紹介します。3D ということは縦と横の動きに加えて奥行きの情報が追加されます。次元が一つ増えるということは操作や制御も難しくなりますが、それだけ視覚的な情報が増え表現の幅も広がるので、ぜひ取り入れていきたいところです。その入り口として重要となる 3D レイヤーとカメラについて学んでいきます。それでは早速行ってみましょう。まずそれぞれのレイヤーや 3D 環境にすることで使用できる機能について解説しておきます。3D レイヤーから見ていきましょう。適当なコンポにキャラクターの素材を置いています。レイヤーの右にあるスイッチを見てみましょう。この項目がないという方は、画面左下にある3つ並んだアイコンの一番左にあるアイコンを有効にしましょう。もしくは、レイヤーの上にある列で、右クリックし、列を表示からスイッチをクリックします。いろんなスイッチがありますが、一番右端にある立方体のアイコンの場所をクリックします。このアイコンを有効にすることでレイヤーが 3D 化します。今までの作業では 2D 環境で X 軸と Y 軸、つまり横と縦の動きしか編集できませんでした。3D になるということは横と縦の動きに加えて奥行きが追加されます。奥行きは Z 軸で表されます。レイヤーを選択してみましょう。レイヤーのアンカーポイントの場所にそれぞれの軸を表すギズモが表示されます。こちらはバージョンによって異なりますが、After Effects 2021だと 3D 変形ギズモとなっています。位置、回転スケールをそれぞれ軸ごとにコントロールすることができます。わかりやすいようにコンポジションの 3D ビューをカスタムビュー3に変更してみましょう。こちらの項目はデフォルトのカメラの見え方を変更することができます。側面から見たいときや正面から見たいときなどケースに合わせて変更します。3D 空間での作業は空間を把握することが非常に重要となります。真上から見た場合、真横から見た場合などいろいろな角度からレイヤーの位置を捉えて整合性を取る必要があります。見える角度が変わったことでギズモが見えやすくなりました。ギズモを動かしてみます。動かす場合は選択モードで行います。赤い軸が X 軸です。横方向に動かすことができます。赤い半円にカーソルを合わせるとリングに切り替わります。この状態だと X 軸の回転を行うことができます。緑は Y 軸、青は Z 軸とそれぞれの軸を個別に動かすことができます。スケールは四角形の部分をドラッグすることで軸別にスケールすることができます。他にもレイヤーを直接スケールすることも可能です。この 3D 変形ギズモですが、何を基準とするかで見え方が変わります。それがローカル軸とワールド軸という考え方です。ツールバーを見てみましょう。ここにワールド軸とローカル軸を切り替えるアイコンがあります。ローカル軸に変更してみましょう。ギズモの見え方が変わりました。ローカル軸ではレイヤーの角度についてくる形でギズモが表示されます。ワールド軸は 3D 空間の基準となる座標系です。コンポジションパネルの左下に表示されている軸がワールド空間の座標を表しています。ワールド軸ではレイヤーの角度にかかわらず、ギズモは常にワールド空間の座標系を示します。どちらを使うかはどのようなアニメーションを作るか次第になります。どちらも使用することになるので、実際に触れて慣れておきましょう。他の項目も見ていきます。ツールバーの軸を変更するアイコンの隣にあるのは、ギズモのバリエーションを変更する場所です。位置、スケール、回転と何を基準とするのかを選択します。変更すると専用のギズモとなり、それぞれのトランスフォームに特化したギズモになります。一番左に設定しているとユニバーサルとなり、位置、スケール、回転、それぞれを同時に制御することができます。
基本はユニバーサルが汎用性があり使いやすそうです。ではもう少し設定項目を見ていきましょう。コンポジションパネルの右下に並んでいる設定項目を確認しましょう。ドラフト 3D と書かれたアイコン。こちらをオンにしていると、ドラフト品質用のレンダラーが使用されるように変更されます。簡単に説明すると、3D で構築されたシーンプレビューが高速化されます。シーンが重たい場合などはレスポンスが悪くなりますので、オンにして作業すると良さそうです。ただ最終的な出力での表示ではないので、レンダリングする前などには注意しましょう。隣にあるのは 3D グリッドのアイコンです。ドラフト 3D が有効になっている場合に使用できます。空間にフロアグリッドを表示してくれます。地面がどこかわかりやすくなるので、空間の把握がしやすくなります。その横にあるのはレンダラーを変更する場所です。標準ではクラシック 3D で特殊なケース以外で変更する必要はありません。シネマ 4D レンダリングはまた別の動画で紹介します。次に一番右にある項目。こちらではコンポジションパネル画面を増やすことができます。2画面に変更してみましょう。ビューが2つに分かれました。それぞれの画面のカメラアングルを変更することができます。変更したいビューを選んでカメラアングルを変更します。3D 空間をうまく利用するためにはいろいろな角度から見る必要があります。真上から見てアニメーションをつける方がやりやすい場合もありますし、真横から見た方が有効な場面もあります。そういった場合にアクティブカメラで最終結果を見ながら別のアングルで編集するといった時に有効な機能となります。単一のアングルからだけではわからない部分も出てくるので融合活用しましょう。カメラの動かし方も見ておきましょう。現在カメラレイヤー自体はありませんが、デフォルトカメラというものが After Effects には設定されています。そのカメラを動かす方法を見ていきましょう。カメラを動かす際は、割とどのツールでもいいのですが、対応していないツールもあるので、一応 V を押して選択ツールにでも切り替えておきましょう。コンポジションパネル内でボルトを押しながらマウスの左ボタンをドラッグすると、ビューを回転させることができます。この回転する操作はタンブルと呼ばれます。ボルトを押しながらマウスの中ボタンをドラッグすると、ビューを上下左右に移動することができます。こちらはトラックと呼ばれます。ボルトを押しながらマウスの右ボタンをドラッグでカメラを手前または奥に動かすことができます。こちらはドリーと呼びます。3D 空間では 2D の時以上に空間を把握する必要があります。レイヤーの前後関係などレイヤー順だけでは見えない部分も多いので、いろいろな角度からも確認できるようにカメラを実際に動かしてみて感覚をつかんでみてください。では 3D レイヤーの特徴を見ていきます。複製してレイヤーを奥へ移動させてみます。コンポの画面とタイムラインを見て気づく方もいるかとは思いますが、3D レイヤーではレイヤーの順番ではなく、奥行きの違いによってレイヤーの描画順番が変わります。2D 環境ではレイヤーは下の階層にあるものほど背面に表示されていましたが、3D 環境では Z 軸の値に左右されます。奥に置かれるレイヤーは手前に配置されているレイヤーによって隠れることになります。3D レイヤーとそうでないものが混在する場合は、奥行きとレイヤーの順序をそれぞれ参照して描画順番が決められます。他の特徴として 3D レイヤーにするとライトの影響を受けるようになります。コントロール、オルト、シフト、L を押してみましょう。ライト設定が開きます。ここではライトの種類や強度などを設定します。今回はライトについての詳細は省きます。モーショングラフィックスではライトを使うケースは限定的なので、一旦スルーさせてください。このまま OK をしてライトを作成します。位置を動かしてみると 3D レイヤーを照らすことができ、ライトから離れると影が落ちます。影の設定や質感などはレイヤーを開いてマテリアルオプションから調整することができます。
どういったアニメーションを作成するかにもよりますが、こちらもそこまで出番が多い項目ではないと思いますので、説明を省きます。最後にトランスフォームを見ましょう。位置やスケール、回転といった馴染みのあるプロパティに加え、方向というプロパティが追加されています。3D レイヤーやカメラなど3次元で回転をコントロールするレイヤーには、方向、回転と軸を調整する項目が2つあります。どちらも回転を加えることができる項目なので、どう使い分けるのかと疑問に思ったことはないでしょうか。同じような挙動なのですが違いがあります。方向は X、Y、Z と3つの軸を同時にコントロールし、回転ではそれぞれにキーフレームを打つことができます。同じ素材で同じ角度にアニメーションするように、方向と回転それぞれにキーフレームを打ちました。時間を進めてみます。キーフレーム速度はリニアで、数値も同じ設定にしているにもかかわらず、方向でアニメーションを設定した素材の方が回転速度が速いです。どういうことかというと、方向で角度を指定した場合は、最短距離で指定した角度に到達するように動きます。回転で角度を指定した場合は、X、Y、Z それぞれに入力した値分回転します。ちょっとした違いですが、公式のヘルプでは、自然でより滑らかな動きを再現する場合は方向を使い、緻密に動きを制御する場合は回転を使いアニメーションを作成するとあります。他にも違いとして回転プロパティでは同じ方向に回り続けるアニメーションが得意ですが、方向では360度が最大値なので同じ方向に回り続けるといったアニメーションは不向きと言えます。私は回転を好んで使います。というのも回転は X、Y、Z それぞれプロパティが分かれているので、より細かいアニメーションを作成できるからです。例えば X 軸が回転している最中に Y 軸や Z 軸を調整することができますが、方向はすべての軸を一つのプロパティで制御するので、例えば X 軸が回転している最中に Y 軸や Z 軸を調整することができますが、方向はすべての軸を一つのプロパティで制御するので、そういったアニメーションを制作するのは難しいからです。3D レイヤーの特徴としてはこのくらいでしょうか。では次にカメラを作成してみましょう。コントロール、Alt、Shift、C を押しましょう。カメラ設定が開きます。設定項目が多く見えますが、実際に設定する項目はそこまで多くありません。まず種類です。ここでは1ノードカメラか2ノードカメラの2種類から選択できます。1ノードカメラはカメラを中心に回る動きになります。2ノードカメラは目標点を中心に回るカメラとなります。1ノードカメラには目標点がないので、位置を動かすだけで上下左右に移動させるトラックが可能です。カメラの角度を変えたい場合は、回転または方向を使用します。2ノードカメラは位置の他に目標点が設定されており、目標点を中心にカメラが動きます。カメラの位置を動かしても、常に目標点にカメラが向くように自動で方向が設定されます。被写体などを映したい場所を目標点で指定することができるので、回り込むようなカメラワークなどで活躍します。どちらを使用するかですが、基本的に2ノードを使用します。理由は汎用性の高さです。2ノードカメラだとトラックやドリーのカメラワークをつける際には位置と目標点を一緒に動かす必要がありますが、2ノードカメラの親にヌルを設定してそのヌルの位置を動かすことで1ノードカメラと同じ挙動にすることができます。2ノードカメラの特徴を残したまま1ノードカメラのようにも動かすことができるので汎用性が高くなります。複雑なカメラワークをつける際に目標点は非常に便利ですが、確実に目標点が必要ないと分かっている場合は1ノードカメラでも OK です。次はプリセットです。ここではカメラの焦点距離をプリセットから選ぶことができます。カメラでいうところのレンズを交換するイメージです。数値が低いと広角レンズとなり、画角が広い範囲を映すことができます。
焦点距離の数値が高いと望遠レンズとなり、画角は狭く、映る範囲も狭くなります。好みや用途に合わせて選択しましょう。わからないという方は、標準的な28から50の間で選ぶといいと思います。私は 35mm を好んで使います。一応後からでも変更は可能ですが、見え方やレイアウトが変わることにもなるので、そこは注意が必要です。他にも設定項目がありますが、後からでも変更可能なのと、正直全てを把握する必要はなさそうです。これで OK を押して一旦カメラを作成しましょう。カメラが作成できました。ではカメラの動きを確認しておきましょう。カメラレイヤーを展開してトランスフォームとカメラオプションを見ていきます。まずトランスフォームの位置を動かしてカメラの動き方を確認してみます。今回は2ノードカメラの設定でカメラを作成したので、目標点が設定されています。現在目標点はデフォルトの位置でワールド空間の原点にあり、手前のキャラクター素材と同じ場所です。2ノードカメラでは目標点を中心にカメラが動くので、位置を動かすと目標点と同じ場所に配置されているキャラクターを中心に動いていることが確認できます。どこを起点としてカメラを動かすのかを目標点でコントロールします。ちなみにワンノードカメラの場合に同じように位置を動かした場合は、このような動きになります。トラックやドリーと呼ばれるカメラワークなどを得意とします。2ノードカメラで同じ動きを作る場合はヌルを使用します。コントロール、シフト、オルト、Y でヌルを作成し、3D レイヤーのスイッチを押しておきます。カメラのピックウィップをヌルへドラッグして親子関係を作ります。この状態でヌルの位置を動かしてみましょう。トラックの動きをつけることができます。カメラが奥にどんどん進んでいくといったアニメーションを作る場合も、ヌルの Z 軸で操作します。目標点があるため、カメラ自体の位置で Z 軸を動かしてしまうと、目標点でカメラが裏返ってしまうためです。目標点は便利ではありますが、どういう動きをつけたいかを考えてヌルで動かすか、カメラを動かすのかを決めましょう。では、カメラオプションを開きます。項目がかなり多いですが、実際に使うケースは被写界深度を使用する場合くらいでしょうか。重要だと思う項目に絞って解説します。まず、ズーム。これはカメラをズームする機能です。カメラの位置や目標点を動かさずに被写体を大きく見せたい場合に使用します。次、被写界深度。被写界深度はカメラを使用する方にとっては馴染みのある言葉かもしれません。簡単に言うと、ピントが合う範囲を指します。範囲外にあるものはピントが合わずボケます。被写界深度をオフにしていると、すべてのレイヤーにピントが合い、鮮明に表示されます。被写界深度をオンにすると、ピントが合う範囲外はボケます。実際にやってみましょう。被写界深度のオフとなった項目をクリックしてオンにします。機能を有効にしましたが、特に変わっていません。ボケを作る際に重要なのは、ピントが合う範囲です。範囲の設定には、フォーカス距離と絞りが重要になります。現在の設定では、被写界深度の範囲が広く、すべてのレイヤーがその範囲内にいるので、ボケていない状態です。まず、フォーカス距離を見ましょう。フォーカス距離はカメラからピントがぴったり合う距離を示します。カメラのトランスフォームの位置プロパティを見て、奥行きを示す Z 軸の値を確認しましょう。Z 軸は -1866.7 となっています。原点からカメラの位置が離れている数値を確認できます。フォーカス距離の数値も 1866.7 と同じ数値になっているので、フォーカス距離もカメラから原点までの距離を示していることが確認できます。つまり、今は一番手前のキャラクターにピントが合っている状態です。手前のキャラクターにピントが合っているので、それ以外をぼかしてみましょう。ボケを作るときに重要なもう一つの項目は絞りです。絞りはカメラレンズの開口部のサイズを指します。絞りの値を高くするほど、被写界深度の範囲を狭くすることができます。やってみましょう。
絞りの値を上げることでピントが合う範囲が狭くなり、ピントの合っているキャラクターから離れているレイヤーほどボケが強くなっていきます。絞りの値は先ほどカメラ設定にもあった F ストップという項目とも連動しています。カメラを選択してコントロール、シフト、Y を押しましょう。するとカメラ設定を開くことができます。右下に絞りと F ストップという項目があります。F ストップは数値が低いほどボケが強まります。どちらで調整するかは好みになります。絞りの下にあるブラーレベルはその名前の通り、ブラーの強度を調整できます。デフォルトの値である 100% が最も自然なブラーとなります。被写界深度をオンにしているのにボケてくれないという問題は、始めたての方から意外と中級者の方まで通る道になります。ボケが作れない場合の主な原因を見てみます。まず、コンポジションパネルの右下にあるドラフト 3D がオンになっている場合は、被写界深度が反映されません。ドラフト 3D は高速プレビューをするための機能なので、被写界深度のようにプレビューが重くなる機能は無視されるようです。もう一つ、レンダラーがシネマ 4D になっている。レンダラーはクラシック 3D にしないと被写界深度が反映されません。あとは先ほどもお伝えしましたが、被写界深度はフォーカス距離と絞りの値が重要なので、単純にそれぞれの値の調整不足になります。ピントを合わせたい距離をまず決めます。ピントを合わせたい被写体はカメラからどれくらい離れているかを確認しましょう。離れている数値をフォーカス距離に入れます。あとは絞りの値を上げることで問題なく機能するはずです。では、フォーカス距離についてもう少し触れてみます。フォーカス距離とカメラの位置、目標点は連動していないので、カメラの位置が変わると簡単にピントが外れてしまいます。実際にカメラの Z 軸を動かしてみます。カメラの位置を動かすことで、手前のキャラクターから奥にいるキャラクターに徐々にピントが合っています。こんな時におすすめなのがエクスプレッションです。常に目標点の場所にピントが合うようにフォーカス距離にエクスプレッションを入力します。オルトを押しながらフォーカス距離のストップウォッチをクリックします。入力していきましょう。まず、L、E、N と打ちます。エクスプレッションは文字をすべて入力しなくても予測した文字が出てくれるので、そこから選択するのが便利です。この中からレングスを選択します。カッコ付きのものを選択しておいてください。レングスは長さを表します。次はポジションと入力します。POS と入力すると出てきます。次にコンマを入力し、PO と押します。予測で出るポイントオブインターレストを選択します。これでカメラの目標点の値をワールド空間で返してくれます。エクスプレッションはこれで完了です。適当な場所をクリックして入力から抜けましょう。エクスプレッションによって目標点の場所に常にピントが合うようになりました。カメラの位置を動かしてみましょう。目標点は手前のキャラクターと同じ位置にいるので、カメラの位置が動いても常に手前のキャラクターにピントが合っています。目標点を動かすとピントが合う箇所を変更することもできます。では残りの項目を見てみましょう。こちらは主にアイリスとハイライトの調整になります。ボケの形状をアイリスでコントロールできます。ハイライトではレイヤーの明るい場所をより明るくしたり、グロー効果を追加することができる項目です。正直この項目は触りません。被写界深度の見え方によっぽどこだわりのある方が設定する項目かなと思います。そもそもこだわりのある方なら AE の標準の被写界深度を使わずにプラグインを使用しそうですので、やはり使うことはなさそうです。Adobe のヘルプにも特に詳しい説明は見つかりませんでした。必要になることが来る時までスルーしましょう。3D レイヤーとカメラの基本項目については以上となります。次回は実際に 3D レイヤーとカメラを使用して作例を作りながら機能に慣れていきましょう。いかがだったでしょうか？
3D レイヤーとカメラは表現の幅を広げるためには必須とも言える機能です。奥行きがあり、空間を感じることができるアニメーションは非常に魅力的です。Z 軸が追加されることで制御も難しくなりますが、この辺は慣れてくるはずです。最初はうまくいかなくても気にする必要はありません。作例を試しながら少しずつ慣れていきましょう。ではまたお会いしましょう。さようなら。